皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋4図指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が相矢倉から脇システムと呼ばれるね、関西の脇健児八段が得意とされていた、形にね進んでいきました。非常に難しい将棋になったんですけれども、そういったあたりはね大盤で指し方のポイントなどを解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で、7六歩、8四歩、6八銀、3四歩、7七銀でね、矢倉の形ですね。矢倉のスタートです。で6二銀で2六歩と、そうですね、対局編の時も言ったんですけれども、少し前の一昔前の矢倉ですとね、2六歩を保留してどんどんね矢倉の形を作るというのがもうほとんどねそういった駒組みだったんですけれども、近年はね玉の守りを優先すると、後手の方からね後手番の急戦矢倉がね非常に流行していますので、2六歩というのは、この4二銀2六4二銀に2五歩と早めに飛車先を突くことで、まずねこの角の利きをどうしますかという利く狙いですね。この2手をやらないとね後手の角はいつでも睨んでいる形になるので、2六2五歩と突くことで銀を上がりますか、それともここの受けずに急戦してきますかとね、後手の意向を早めに聞こうという狙いですね。実際はここで3三銀だったので、なんですかね、角を利きを生かしたね急戦策が、少し緩和されるということですね。ただね、デメリットもありまして、この2五歩というのはね少し形を決めすぎてるという意味もあるんですよね。将来的に、桂馬がね矢倉を攻めていくような時に桂馬2五桂という形がね、この2五歩と突いてしまうとその形がなくなるので、少し先手は形を決めてしまう代わりに、後手からの急戦を警戒したという指し方になります。そして3三銀に対して4八銀、3二金、5六歩、5四歩に5八金と、そうですね、2筋の歩で銀をね上がらしたことで、安心してということはないですけどね、上がらしたので後手からの一気の攻めがないので矢倉を尽くしていくというのが手順ですね。はい。で5八金に対して5二金、6六歩、4一玉、6七金、3一角と。この3一角でね、急戦がはっきり消えたと言えますかね。これあくまでもね急戦をするなら4四銀と上がって5五歩といった形でね、角をこちら側に使ってこの矢倉を攻略を目指すという指し方も有力な指し方ですね。本局は3一角と引いたので、がっちり組み合う方のね矢倉に進んでいきました。3一角に3六と、そして7四歩、7九角、7三銀と、この7三銀がねこれも一つのポイントですね。この7三銀で、4四歩とついてね4三金を急ぐと、比較的穏やかな指し方と言えます。この7三銀というのは、先手の指し方次第でもう7五歩同歩同角とね積極的になんですか歩交換をして攻めていく、あるいは8六歩から8四銀と棒銀で攻めていくといった感じで、攻めのね、なんていうんですか、含みは非常に強い手なんですよね。でこうやってね私の方の形実は、飛車先の歩は形を決めさせられたんですけれども、場合によっては6八玉から7八玉と、これも以前のね、このチャンネルでもやったんですけど、早囲いと呼ばれるね囲いを、含みにしていたんですよね。ただし、後手が非常に攻撃的に来ているので、もちろんこの局面で6八玉も有力なんですが、6八玉と上がると場合によっては例えば8五歩とついて7八玉に8四銀といった感じでね、これですぐ潰れてしまうってことはないんですけれども、王様に対してこの棒銀が非常に近い位置にね攻めてくるという形が考えられるわけですよね。もちろんこれも一局です。これで棒銀を迎え撃つという指し方もあるんですが、若干ね後手のこの7三銀っていうのはこの先手の早囲いを牽制したという意味が一応あるんですね。はい。で私はねこの7三銀に対して7八金はこれ非常に穏やかな手ですね。例えばこれで8五歩7九玉8四銀って、これも普通の将棋ね一局なんですけど、この時にね明らかに棒銀に対して王様が、低いので、受けやすいんですよね。たかがこの王様と金の位置の違いだけといってもね、この一つのね違い非常に大きいのでね。ですので、7八金とやられてしまうと後手もねすぐの棒銀はやりづらいという、ここちょっと駆け引きがあったということですね。で7八金に対して4四歩と、で6九玉に4三金右と
早囲いのね狙いがなくなったので、今度は玉を整備しましょうというね、この辺りは無言ですけど会話がね続いてるわけですね。機は対話なりなんて言いますけれども、で、4三金右に私は4六角とね、ここは難しいとこですね。早囲いが消えたので、3七銀と上がるのが一番オーソドックスな手といえばオーソドックスな手ですね。7三銀とこうして自分も上がっておくと、実戦4六角はどちらかというと若干受け身の手で、本局後手が6四角と対抗したんですけれども、6四角とない例えば4二角と上がってね、4二角対4六角のこの攻防になるとね、若干先手の方がね受け身になりやすい含みもあるんですけどね、実戦は4六角と出てこの、今度7五歩同歩同角にはここに角がいますので、もらった方7四歩と打つとね、これは無理筋なんですね。角がここにいるとね、飛車が狙われてますから銀が上がっても歩を突かれて、こうねちょっともがいても角を引かれて、これ銀をね取られてしまうので、4六に角を出ておけばすぐの7五歩同歩同角っていうのは基本的にはこの7五歩と仕掛けはできなくなると。で、4二角と上がっておいてね、とにかくこの王様を囲うのに角を動かしたいんですが、6四角と出たんでね、これで脇システムと言われる形に、なりました。脇システムというのは関西の脇健児八段が、お得意とされている形で、この角がねお互いの相矢倉からお互いの角が4六と6四にこう向き合った形、この形をね脇システムと言います。はい。で、6四角に対して3七銀、3一玉、7九玉と、そして2二玉、8八玉と、実はね前後非常に似た形ですよねこれね。でここで、9四歩と突いたんですけどね、ここは8五歩と突くともう全くの先後同型になるわけですよね。これが脇システムの一番基本的な形なんですよね。お互いに同型に組んでね、4六角4六角、これだともう脇システムの基本形で、ここから変化が広がっていくんですが、実際9四歩とねちょっと相手の方が工夫されたんですよね。で9四歩に対してもちろん受けるのも普通なんですけど、私は1六とこちらを突きまして、で1四歩と受けると。でここでね私が少し工夫したわけですね。もう何気ない局面で9六と突けば8五歩と突いて、再びこう脇システムの、基本形と呼ばれる形に戻るわけですね。ただここで私が、9六と突くとほとんど8六とね8五と突かれるので、ここで6四角と一手早くね角を交換しました。で同銀にすみません、同歩にすみません、同銀でも同歩でもないですね。同歩に2六銀と、これがね今回のね私の工夫ですね。要はですね、この9六歩8五歩が入ってるとこれで後手の番ですね。これねタイトル戦でも、実戦が、あったぐらいのね非常によくある形なんですね。これで後手が6五歩と突いて反撃して、いい勝負なんですね。これでどちらがいいとも言えないいい勝負になると。ただ本局はこの9六歩を一手省いているので、ここで6五歩と突いてもねなかなかこのもちろんあるんですけどね、同歩に例えば極端な話ですよ、これで3九角と打っても飛車を寄られてみると、これね8五歩突いてあればねこの形なら角がこう生還するわけですね、こうなってね。ただこの形ですとね、もちろんこれで角って飛車寄られてこれ角がね成り替えるスペースがないですよね。ですので少しこのね時に8五歩が伸びてないんでね反撃しづらいんですよね。それが狙いなんですね。もちろんこの9六っていうのは王様の逃げ道を作る手で非常に大きい手なんでね、もちろん私どもこう楽々ねこういって大事な手を省いてるわけですから、無条件でいいわけじゃないんですけど、後手の反撃の味がね少し薄いというのが今回ポイントですね。ですのでもちろん相手の方が早く9五歩6八五と突いてればね、全然違った展開になってたと思います。実際はこの形だったので私が1手2六に早く出たと。でここで相手の方が8五歩と伸ばしたんですね。ですので、対局編の時にちょっと複雑に言ってたんですけど、ここで9六と突くとよくある形に戻ると。ただこれですとねちょっと私の方も工夫した甲斐がないということで、この8五歩に1五歩とね一手早く攻めると。これがね9六歩の一手分早く攻めれるんでね。はい。で同歩同銀と。これ同香といく手もあるんですけど、同香ですとね1三歩と打つのが受けの形で、同香もしこれ同香同銀となればねいいんですけど、これなればね香車を手にしたように銀が出ていいんですけど、同香ですとね1三歩というのが受けの形で、この時に銀がね進みにくくなるのでね、同銀でいくのが一応棒銀のね、手筋ですね。でこの同銀に対してね実際は1三歩と打ったんですけど、同香もありますね。ただ同香ですと同香と取って
まあ銀香交換でね駒損ですけど1三歩と受けて、例えば1九香と打っとくような感じで、まあこれもねやはり一手早く攻めれてますからね。例えば6五歩同歩3九角とかの反撃の時に1八飛車というとね、ちょうどこう端がねもう早く突破できそうですよね。まあこれもなかなか先手のペースですかね。ただまあ実戦もここで、1五同銀の時にまあ1三歩と打ったんですけどね、これはちょっと辛い手ですよね。無条件で銀が出て手堅いんですけど銀が安定しちゃいますからね。まあここで2四歩から普通に銀交換しとく手もありましたが、私は2四歩同歩に同銀ではなくて2五歩とね、さらにちょっと欲張って攻めました。まあ同銀もありました。2五歩と打って同歩に3七桂とね、まあ次歩から桂馬を飛びまして、飛車銀桂香に持ち物角ですからね、攻めとしては理想的な形です。ただ次の手がね相手の方、いい手でしたね。3一玉と、これはねなかなか、指せない手ですよね。こう王様が後ろの中に入ってるのにこう逃げるというのは、まあ、ある程度強くないとさせない手で、でもこの場合この手が一番良かったと思います。このまま上にいるとね、もう2五桂からもろにこの集中砲火を受けてしまうので、まあ、王様をかわしてね、この銀のと桂香からねこう少しでも遠ざかるということですね。で2五桂に2二銀と、まあちょっと辛い形ですけどね、まあ低く構えてなんとかこらえてね反撃したいと。で私はここで6一角ときました。まあこれね矢倉戦で非常によく出てくるね角打ちで、まあ、この金を狙ってね、この角打ちっていうのは結構なんかすぐ取られそうでね、慣れてないと打ちにくいんですけど、例えばこれで6二飛車とくれば4三角成とバサッと切って同金に2三歩というのが狙いなんですね。まあこれはね銀が逃げるところがないので同銀ですけど、1三桂成と破ればどうですかね。これで飛車が直通しますので、桂馬を取れば飛車を成るということでね、これは大成功です。ですのでね、まあ、相手の方がこう3一玉から2二銀というのは非常に工夫した受け方だったので、私の方はまあなんていうか曲線的にというかね、こちらの方を絡めて攻めようということですね。でここで相手の方は、3七角と反撃が来ましたね。まあ4二玉とね上がる手もあったと思うんですけど、一発角を打ってから2九飛車に4二玉とね。でもこの3一玉か4二玉は非常にね、力のある手だと思いますね。こうやはり王様が形にこだわらずね安全地帯に逃げていくと。まあ、ここ難しいところでしたね。どんどん攻めていきたいんですけど、2四銀と出ても2三歩でね意外と、まあ、相手がバックしたところに強引に突っ込んでいってもねなかなか難しいということで3五歩と突きました。まあこれもね手筋ですよね。これもできればね桂馬を飛ぶ前にこう3五歩同歩となってると3三歩と打っててねいいんですけれども、現状はねこのタイミングで後手も2八歩と、すいません、ここでね3五歩に5一玉と引いたんですね。2八歩ですと4九飛車と回っといて、まあ、あるいは3九飛車、まあどっちですかね、4九飛車と回っといて、これもね難しい勝負ですかね。2八打っとく手もあったとは思うんですけどね、まあ結局これでこの角が今度狭いですね。例えばですよ、同歩と取るとこう3八歩と打てば、まあ、角が取れるという形ですね。はい。まあ3三歩もありますしね。はい。で、実際はここで5一玉と角を取りました。取りに来ました。ただ4三角成とバッサリ切って同金の時に、この時にね次の手が私の狙い手です。まあ3四歩と取ってもいいと思うんですけど、3八金とね打った角を逮捕、これ3四歩と取ってもいいんですが、取ると場合によっては3八角とかね飛車をいじめてくるような手があるので、この角をねこう取り返してしまって、まあ陣形にねもうちょっとタダで取れればいいですし、まあ何か銀と交換になってもね玉の硬さが違いますよという手ですね。で実際は2八歩と打ちましたが3九飛車と寄りまして1五角成、まあそうですね、タダで取られるような銀と交換になったんですが同香と。さあこれでは一段落ということなんですけどね、大駒が入れ替わってどうですかね。この局面の形勢はねやはり玉が硬いのが大きいんでね、まあ、私の方もここに金を打たされましたけど、これいつでも4八金とか、まあ場合によっては歩を取るとかでね、まあ、飛車はこう働いてきますし、ちょっとやっぱ実戦的には先手が勝ちやすいですかね。この王様をもう修復、例えば銀とか打ったとしてもねやはりこうバラバラであることは変わりがないので、駒の損得は金と銀の交換なんですけど、まあ、先手のペースですかね。少しやはり先に先行できたところから、有利だったかと思います。まあ、実際は6二玉と上がったんですが3四歩と取ってね、この取り組みが地味ながらねまあ大きいんですよね。で同金取ったんですけど、次の手がね
痛かったですね。3二角4三角と打ってね、これで、金がね取れる格好になったんでね、ここからははっきりね私の方が優勢になりましたね。2五金と取ったんですが、同角成と取ってね、細かくね、この手いい手悪い手ってあったとは思うんですけど、大まかな流れとするとね、やっぱり玉が硬い分ね、特に将棋王座と持ち時間も短いですから陣形をまとめるのが難しかったかなというところですね。はい。で、2五角成7二玉と逃げたんですが、4八金と寄りましてね、万全の体制ですよね。駒割り的にも得してますし、この辺の金桂香も働いてないですからね。実際は8三玉はちょっとハッとする手で、3三歩と打った方がね、手堅いんですけど、こうやっても例えば5五歩とか手筋ですかね。5五歩とついて、5四歩から5三歩成となるようなイメージ。同歩ならば、また今度は5九飛車とって今度こっちを狙うとかね。ちょっと求めきれないですね。例えば5四銀5三金とかね。例えば一例ですけどね、王様硬いので着実に攻めていけばいいという感じです。実戦は3三歩ではなくて8三玉はね、受けの勝負手なんですけれども、6一また飛び込みまして、囲碁をしますとね3二に飛車が成れる格好、銀を打っても7一またすり込んどけばいいということで8四玉ですけどね、これはちょっともう粘れないですね。8六とついていく手もありますけど、安全にね7二金と打ってね、着実に飛車成りと飛車取りを見せてね打ってきました。で、8二7二金に対して3一歩と。これは飛車成りを防いだんですが、あとは寄せですね。7二8二金と取って、難しい手はもういらないですね。王様が、先手陣は硬いので無理な手をしないでね、普通に両取りをかけまして7二飛車と打ちまして、7三銀打ちに2二飛車成とね、で、7一金と受けたんですが、もういろいろ手はありますが分かりやすく同馬と取ってしまって、同銀に3一飛車成とね、この飛車が成り込みまして、2二8二角とね受けたんですが、いろいろありますがね、これも7二銀単に打つとありますけどもバサッと切ってしまって、同角に7二銀と8三金からの攻めだと角取りですね。飛車を渡しても王様安全です。で8二銀7一銀ならず同銀。相手の方もね粘ってますけど、ちょっとやっぱり受け一方なんでね、これはちょっと厳しいですよね。で7二銀と打ちまして、8二銀打ちに8一銀成とね、これで桂馬を取ったのが最後の決め手ですね。実戦はここで、3九飛車と打ったんですけど、この手はね受けがないので形作りですね。9六桂と打ったところで相手の方の投了となりました。以下はですね、王様を上に上がれば8四に角を打って詰み、まっすぐね縦に引いても金を打って押していけばそうですね、引けば金を打って王様を引いて銀を取って同銀で、この時にね今取った銀をここに打てばね竜が利いてますから、王様を引いて銀を取れば詰みと。長いのが7三に引く手が長いんですが、これ角金持ってるので8四にね角を打って、王様の奥さんなら6二金と打って竜が利いてますので王様を打って竜を回れば詰みですね。で、こっちらに打った場合ちょっと長いんですけどね、この順に打った場合ももう銀を取ってね、いくつか複数の詰みがありますけども、同銀に分かりやすいのは切っちゃうことですかね。切ってしまって同玉にあと金銀3枚ありますので金をベタッと打って、どこに逃げてもね銀を打っていけば詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。脇システムと呼ばれるね、イヤグラを指す方には、一度はねおそらく指したこと経験があるというね方も多いんではないでしょうかね。脇システムという形から、難しいね攻防が続いていきましたけれども、私の方がね端歩を1手、たかが1手なんですけどね、1手の違い大きいんですよね。1手工夫してすることでね、攻勢を取って、いわゆるね実戦的には勝ちやすいというね、王様硬いのでねやはり押し切りやすいという形からね、最終的にはリードを奪って勝つことができたという内容でした。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。